アセットタブでは、画像アセットの生成を使用する場合の規則に合わせたレイヤー名を簡単に作ることができるようになっています。どれか一つパラメータを変更すると、生成される名前のプレビューが更新されます。下にある2つのテキストボックス内に名前が生成されます。背景を透過したいので、リングの32ビットを選択しておきます。イメージサイズはパーセント、単位、どちらかで指定することが可能です。画像を保存したいフォルダーがある場合は、ここで名前を設定しておきます。今回はサブというフォルダに画像を保存していきます。ファイル名は、今回はレイヤーの名前をそのまま使用したいため、チェックを外しておきます。こうすることで、レイヤー名のそのままの名前を使用することが可能になります。ファイル名のサフィックスは一旦外しておきます。連番も今回は外しておきます。このように書き出したい設定が決まったら、レイヤー名を選択して、リネームボタンを押します。すると、レイヤー名にこちらに生成された名前が反映されます。画像アセットの命名規則については、Adobe の公式のリファレンスをご覧ください。概要欄にリンクがあります。また、この動画と同じ再生リストに簡単な解説動画もありますので、よかったら参考にしてください。ファイル、生成、画像アセットを選択します。すでに有効になっていてチェックが入っている場合はそのままにしていただければ大丈夫です。これでレイヤー名に設定したファイルの形式で画像が書き出されます。このようにサブというフォルダにこちらで設定した名前で画像が保存されているのがわかると思います。次は複数の画像を出力してみます。出力するレイヤー数が多い場合はデフォルト設定を使用すると分かりやすく便利です。まず、出力したい画像サイズと保存先のフォルダを確認していきましょう。今回は 100% のまま保存を行いますので、イメージサイズは 100% にしておきます。フォルダは名前をイメージと変えてみましょう。このようにフォルダ名を変更すると、下の生成される名前の部分も変更されます。ファイル名にサフィックスを付けたい場合は、サフィックスを有効にします。このようにサフィックスの名前が有効になります。この状態でデフォルトレイヤーフォーマットのクリエイトボタンを押します。すると、デフォルトと書かれたレイヤーが一つ一番上に設定されます。次に各レイヤーに対して拡張子を設定します。チェックをすべて外していきます。このようにオリジナルファイル形式の状態で、すべてのレイヤーを選択し、リネームボタンを押すことで、名前をそのままにして、拡張子のみ付けることが可能になっています。それでは出力された画像を見てみましょう。このようにエラーが発生してしまっています。これは、レッドの名前がすべて重複しているため、同じ名前があると出力でエラーが発生します。このような場合は、レッドの名前を各レイヤーで変えていく必要がありますので、レッドの名前のみ連番をつけて名前をつけたいと思います。一度リネームタブで getName ExtraSelect Red のみ選択をします。この状態でアセットシリアルナンバーを有効にした状態でリネーム。このようにすることで Red の名前のみシリアルナンバーをつけてレイヤー名を変更することができます。他のレイヤーを選択してシリアルナンバーのチェックを外してリネームを行います。これで全てのレイヤーに名前を付けることができました。では結果を見ていきます。先ほどエラーが出ていましたが、
このようにエラーがなくなりました。中には必要なデータがすべて書き出されて保存をされています。このように複数のレイヤーを出力する場合は、デフォルトレイヤーの設定を出力することにより、各レイヤー名は簡潔なままサイズや出力の設定を行うことができます。たくさんのレイヤーがあると、レイヤー名を変更するだけでもかなり時間がかかってしまいます。レイヤーリネームプラスを使用することにより、このように非常に簡単にレイヤー名を変更することが可能になります。このプラグインが少しでも制作の助けになれば幸いです。動画をご覧いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。